デスオーメン。やっていこか。暗いからホラーだね。ストアによると、謎と狂気に満ちた家で数晩過ごすホラーらしいで。何も説明されてないのと同じだね。やりゃわかるからええやん。そうだね。それじゃやっていこう。人の心は強大だ。素晴らしいものを生み出すこともあるが、悪夢を生み出すこともある。それは世界の見え方を変え、何が現実で何が非現実かをわからなくさせる。私たちは世界を理解し自分の人生をコントロールしているつもりでいる。だがもし、私たちが信じる現実が薄っぺらい幻想に過ぎなかったとしたら、もし、必要ないと思っていた幻想の中に、想像を絶するほど暗く恐ろしい真実が隠れていたとしたら、現実がどれほど変われば、それを現実と理解できなくなるのか。私たちは本当に自分の意思で動いているのか、それとも理解不能なゲームの中で踊らされているだけなのか。そしてそもそも、自分の意思など最初から存在していなかったとしたら、妄想か現実かわからん系のホラーってことか。いつも通りだね。てか苦手な音がする。耳鳴りか。幻聴もありそうやな。家の外から聞こえてる声かもよ。画面見ろ。夜中やぞ。今時の子は夜も出歩いてるでしょ。作中が今時かはわからん。お、やっと動ける？あなたの名前は？佐藤でいいかな？言ういらんやろ。絶対にいるよ。一度決定すると、新しくゲームを始めない限り変更できません。問題ないね。困ったことになったらやり直すだけや。19時14分にしては暗いな。設定でガンマチいじれるぞ。ほな神ゲー確定やないかい。よし、部屋を見ていこう。もうちょい明るくなれ。調べられる場所分かりやすくていいね。中身は触れなかったや。ヒューズっぽいのあるけどこれも触れない。割と見えんぞ。何もないな。独白もメモもないから手探りやな。地なダッシュもないしライトも持ってないよ。まあええでしょ。カメラ監視ゲー。そんな感じのストアページやなかったけどな。この家の中かな。他人の家を監視してたら怖いやろ。てか12個もあるのか。大豪邸やな。お、ここにもパソコンあるね。部屋出たらここ目指そう。おう、今主人公がいる部屋か。違う部屋っぽいけど誰だろう。行くべき部屋はこっちやな。外は大雨か。全部見たら数字出てきたけど何なんだろう。お金貯める要素がありそうだ。ライト売ってるやん。い今は懐中電灯は必要ない。らん時なんてないやろ。あとは食べ物と薬があるけどどちらもお金がないから買えない。ほなベッドで寝てたやつ探しに行こか。電気は壊れてるみたい。デスクライトはついてるからブレーカーが生きてそう。扉はハイテク。明らかに鍵穴あるやんけ。鍵取り出すのが面倒な人向けにこういうデバイスあるよね。結構現代の設定なんかな。ひょ？腹減ってるやん。右上にアイコンが出るくらいしかデメリットないかな。お金ないから我慢しようね。世知辛いな。トイレは便器の蓋閉められるだけ。歩くの遅いな。お薬買えるみたいだし病気なんじゃないかな。ここは開かない。最初の部屋の電気スイッチだけ壊れてたのか。便器の蓋は二度と開かないみたいだ。最悪のトラップやんけ。2階の探索終わり。今んとこ鍵扉ばっかやから狭く感じるわ。歩く速さと見るもののなさの方が気になる。お、ここはナンバーロックなんだ。ほな数字探そか。玄関から出れたりはしない？判定がないね。電気は消せるけど消す意味はないよね。寝るときくらいやな。このチェス、黒側は床に座って相手しろってこと？お、つくんだ。何も映らないしチャンネルは回せない。明かりとして優秀やからつけっぱにしとけ。砂嵐音もないからオッケー。お父さんとお母さんかな？主人公の年齢がわからんから子供の可能性もあるで。初めて見る絵だ。ええことやん。もうここしか行ける場所ないからそろそろ何かあってほしい。よかったな。メモあるで。私の名前は佐藤です。一過性全健忘、うつ病、広場恐怖症を抱えています。何が原因だったのかは思い出せませんが、毎日この薬を飲み、起きている間にやるべきことをメモする必要があることは分かっています。いつも雨が降っているみたいなので外には出たくありません。本当にずっと雨が降っているんでしょうか？
私の頭の中だけの話だったりします？それとも私の知らない別の問題ですか？まあ、食べるものは毎日届くし、在宅で仕事をしてるって知ってます。仕事は簡単。オフィスに座って行ったこともない場所の監視カメラを見て、異変があれば報告する。それだけ。その仕事で給料をもらい、それを生活費や必要なものに使う。それが私の人生です。私はこの家にもカメラを設置しました。寝室を出る前に安全か確認するために、今のところ覚えておくべきことはこれくらいですかね。オフィスのコードは2335です。病気の内容と行くべき部屋が分かったね。この部屋には今のメモと開かない扉があるだけやな。てか今のメモの書き出し的には読みはお前がやるべきやったやろ。最初に名前を入力した意味があるとは思ってなかったよ。いずれ同じ名字になるし僕が読むので問題なかったろ。名字同性派の宇宙人おるやん。ほい仕事場。カメラの映像を見るだけの簡単なお仕事やったな。早く稼いでご飯食べないとね。そういや空腹やったな。あの日ネットが繋がらなくて空腹で立っているのもやっとだった。このままじゃまた発作を起こして倒れる。そう分かっていた。もっとひどくなる前に痛みをこらえて何か食べるしかなかった。でも正直、どっちがマシだったのかわからない。飢え死にするのと、もう一度あの店に行くのと、二度とあんな思いはしたくない。神様お願いです。こんな苦しみはもうたくさんです。ここを出て行きたい。あいつらにはわからないんだよ。ただ私のことをおかしいって思ってるから。メモの近さよ。もし寝ている時の金縛りだけだったら、とても恐ろしいけど私は耐えられたかもしれない。でも最近、家の中がおかしいんです。もっと薬を飲む必要があるのか、それとも全てが頭の中のことなのか、それとも自分の手には負えない何かなのか、わかりません。でもできるだけ早く調べなきゃ。先延ばしにし続けるわけにはいきません。で、お仕事のカメラ動かないんだけど。カメラがオフラインのままではいけない。問題の原因を突き止めてください。ほな部屋の探索しよか。他の部屋は開かないか探索済みだからこの部屋に解決策あるはずだもんね。本棚には本と書類ばっかやな。普通だね。フィギュアとかトロフィーが飾ってあるとかじゃないのは逆に珍しい気もするで。本をずらしたら何かが作動するとかもなさそうだ。面白ギミックハウスってわけじゃないんかな。今のところ普通の家の普通の部屋だね。あ、ここか？鍵？わからんけど小せえの手に入ったな。 USB だったみたいでパソコンに刺さったよ。アクセスキーだったのかもな。で、これがお仕事だね。変なものが映ってたら報告するんやったな。まあそうそう変なものなんて映らないよね。どこかのオフィスっぽいけど人おらんな。夜中だからかな。最初の部屋の時計が合ってるならまだ19時やぞ。就業時間終わってるでしょ普通は。そうか。異常なしだね。異常ないならもうやることないやん。限界があるが防犯カメラをクリックするごとに$1稼げる。なるここでお金貯めてライト買うんやな。ほど。ご飯が先だよ。$40で限界みたいだ。ライト買えるな。最初の部屋のパソコンご飯優先ね。何度も要求されても面倒やしに食分買っとけ。それは無理みたい。なんでや。冷めちゃうからじゃない？頼んでパソコンを離れたらチャイムが鳴ったので玄関へ。爆速やな。この速さなら毎日でも使いたいくらいだね。ホットドッグだけで$20するで。1分も待たなくていいなら出前としては安いくらいだよ。そうか。はあ。いやなんかあったやろ逃げんな。お金稼いでお薬とライトも完備してから挑みたい。ライト買うてくれるならその行動を指示するで。お金は稼いだけどこの歩行速度で行ったり来たりしたくないから進む？おう。ウルサス。あ、右上でなんかカウントダウンが始まってる。頭痛アイコンのおかげで何するか分かりやすいのええな。お薬買って飲むんだね。先にお金稼いどいてよかったよ。3分ありゃ稼いでから買いに向かっても余裕で間に合うやろうけどな。玄関に向かう時間も考慮して。ほいさ。発作は収まったけど人形を調べたら同じことにならんか。またお金は稼いでおくね。今は懐中電灯は必要ない。このために稼いだのに。何もしてこないの？霊能力使い切ったんかな。一回きりとは弱いね。強くても困るやろ。暗すぎる。懐中電灯が必要。くそ。好きな時に買わせてくれや。はい、買って受け取りましたよ。ほな行こか。歩行速度は慣れたからいいんだけど頭の揺れが酔いやすい。ライトは右クリックで照らすみたい。
よりもつけたり消したりしやすいタイプやな。リスポーンじゃないよね。おう、これメモで言われてた金縛りか。誰かいたけど入ってこないの？いや、入ってきてるや。暗すぎて見えんぞ。てかこれ発作始まってるや。起き上がれないから薬飲めないし、どうしよう。今の乗っかかりモーション最近よく見るな。ホラーでか？うん、この部屋とセットでよく見る。で、誰なの？どっかの部屋に人が一人おるのは知ってるけど服が違ったな。薬飲んでない時のは幻覚とかかな。実績もらえたし順調に進んではいそう。話が進んでるどころか始まってる気もしてないで。お薬1回しか買ってないけどもう一回使えた。たくさん入ってたんやな。じゃ進む。さすがに2度目はしてこんか。あ、もしかしてこのうるさい音って洗濯機から？やったぜ。言うほど洗濯機ってうるさいか？どれだけ新しいの買ってもうるさいよ。てかあれか、誰が動かしたんやで転がるべきとこかこれ。スケアの後に続々要素は弱すぎるよ。ランタンついたけど隣のボックスは開かないや。これは踏み絵？踏んどけ。何も起きないや。それブレーカーか？触れるみたいな雰囲気出てるけど何もできない。まあ最初の部屋以外は正常に動いてるからええわな。未解決の悪魔の謎の事件。2017年、3人の友人がカンザス州の人里離れた森でのキャンプに出かけたが、帰ってきたのは19歳のマイケルだけで、残りの2人は消息不明となった。マイケルはその森が悪魔に取り憑かれていたと主張しており、その説明に捜査官たちは困惑している。その後彼は精神科に入院し、今もそこで裁判を待っている。この事件をさらに不穏なものにさせているのは、マイケルは複数の嘘発見器によるテストを受けたが、嘘であると判定できなかったことだ。全身に力入れると判定できなくなるよね。かけられたことないからわからん。地下にはあのメモしかなかったけどどこ行けばいいんだろう。適当に歩き回ろか。地味に一番きついや。あ、なんか手の跡ある。壁ドンの跡やん。ロマンティックだね。チェックできるわけでも出ていけるわけでもない。よくわからんけど少しずつ変わってきてるのは確かやな。探索し直すか。その前にご飯用のお金は稼いでおこう。お、誰かおるやん。異常ありだね。報告したらええんやな。どこから報告するんだろう。いろんな場所にいるな。同じやつか？同じだろうと複数個体だろうと報告はしなきゃだよね。報告する場所なんてないぞ。ならやらなくてええ仕事やん。いるところといないところの違いは何なんだろうね。見逃してる可能性もあるで。おお、もっと上に行けるようになってる。何がフラグやったんやろな。3階っていうよりは屋根裏部屋って感じかな。むむ、宇宙人に見えた。 SF ホラーなの？秘密基地感あるね。ライト持ってるし、ランタンの意味がわからんけど会ってくれてありがとう。ふむ、手に取れそうだけど取れるものなし。てか本当に秘密基地みたい。屋根裏部屋は子供の遊び場のイメージあるで。まあ大人の倉庫のイメージも同じくらいある。迷路はおやめください。お、行き止まり？さっきのクマの人形あるやんけ。海賊のマーク？毒薬のマークかもしれんで。この写真、ここにあるのなんで？誰？今までで出てきたか？子供のおもちゃがあるだけか？ぽいね。後ろで音がしてたし戻ろうか。ああ、倒れてきちゃったんだね。危なすぎるやろ。しゃがんで通れないならこのしゃがむ機能は何のためにあるのさ。ふう、パワフル。元気やるこいつ。メンタル以外は健康なんじゃない？ほう、やり残したことあったか？もっとおもちゃを調べるべきだったか？お、発作だ。まだ薬あるか？あったよ。よかった。何度も買わんでええのは嬉しいな。これで扉開いてくれたかな？今度は腹減りか。食料はストックできないから買ってくる。胸玄関やな。歩きの労力に対しての進展がゆっくりなのがちと退屈してくる。結局これなんなんだろうね。
ブレーカーを確認する必要がある。手の跡いっぱいだけどどういう意味があるんだろう。明かりの役割なのかもしれんな。ライト持ってるから別に。あのマークは何だろう。中指立ててんのかと思った。ヒューズを3つ見つけなきゃ。3つなら場所わかるや。マジか助かる。まずこの部屋に1つ、3階のここにもあって、最初の部屋の引き出しにもあったよね。取れないものなのに場所を覚えておいたんか。取れないけどヒューズあるなーって思ったから覚えちゃってたよ。やるやん。時短でこの辺から直せない。デー歩数クリアか。お、届いた。いいことなのか判断に困るわ。ベッドで少なくとも数時間は休みたい。19時41分。就寝や。誰？さっきよりも実体ある人型やな。ちょっとエッチだな。おう。発作もなし？慣れたんかな。1分も寝てないやん。なんでかはわかるけど言いにくいな。なんでや。プレイしてるパソコンの時間だぞ。遊んでる時間がバレるの恥ずかしい。恥じらいポイントがわからん。行き先選定するぞ。現場100遍って知らんか。あ、起き上がってる。ほな行こか。チェスすることになったら任せてね。なるわけないとスチームゲームやと言い切れないのが怖いところや。あ、実際にはいないパターンじゃないんだ。これ普通にテレビ楽しんでる同居人やないか。ママ、まだ寝てないの？てめ消すのはあかんで。ライト持ってるから別に。おう。いや点滅は点滅で嫌やな。いなくなるならテレビは消してってよ。つけたのはお前や。いっそブレーカーを落として消した方が目に優しいまである。なんぞ？あのお母さんからの攻撃か。地下には行けないな。お母さんが寝てた部屋に行くんかもな。鍵かかってて行けてなかった部屋は残り2つだけど空いてるってことなのかね。あれ？でっかいクマちゃんある？マジやん。いつの間に。手品かな？何が何やらや。左方向から音がしてるから行き先はトイレの正面の扉のはず。ママ待ち構えとるやんけ。飛び蹴り？敵なのかだけはもう教えてくれ。クリア目的も教えてほしい。お母さんが寝てた部屋やっと入れたね。これリビングでも見た写真やな。お薬何錠か置いてあるけど飲んでないの？何の薬かわからんけど飲む準備は万端に見えるな。最近よく見るあれたちの絵。もっと元気出るような絵を飾れと思うで。ここは開くけど何もないや。製品なお母さんやな。数字なんてあったっけ？また探索やな。普通にあったよ。ハロウィンみたいや。誰が書いたんだろうね。お母さんの部屋から続くナンバーロックのやしお母さんが書いてくれたんかもな。お、これで残り1桁だろうし行っちゃう？まだ早い。 UR って何？レアリティか。残りの数字見当たんないから運ゲーしに行こうか。1階とか地下も見に行こうや。おお、ありがたい。これさっきあったか。奥まで探索したご褒美だよきっと。じゃあ1367と。他のパターンではエラーやったからカットや。ひえ、お母さん用のトイレか。随分とアーティストだったんだね。気が狂ってそうやん。長く見てると不気味さよりもロックだなって思えてきた。仕切られてて奥は瓦礫やな。死体の山とかじゃなくてよかった。手放せ。何をや。過去とか？誰の。主人公が健忘症って言ってたし思い出すのやめとけ的な話かなーって。殴られてまたここだ。襲ってきてるやつは誰なんやマジで。一瞬やな。金縛りって大声出せば治るよ。金縛られてたら声も出せんやろ。出そうって本気で思えば出るよ。いつかなったら試したる。ゾ
そうでも飼ってる？もう行ってない部屋一つだけやし、そこで飼ってるかもな。ここ以外もう行ったじゃん。地下への扉が閉じてたから進む。別にブレーカーいじる必要もないし、何があるんやろな。お、なんです？本当に何？閉じ込められてたんか。ふむ、歩き回れたんか。お、うまりくま。ちょっとおもろい。なんで滑り台？滑ってみるか。よくあるホラーの森やん。鳥間滑ろう。一瞬で登れたけど滑れないや。他の遊具で遊べってことかな？見たことないのあるやん。普通に見たことも遊んだこともあるけど。あ、クマいる。乗っかって空に吹っ飛ばせばいいんだね。やってみ。カメラが次は向こうだと教えてくれてる。ありがたいな。お、またクマ。これだけブランコあると取り合いにならんでええな。ついに滑り台解禁？言うほど滑りたかったか。おう、受け止めてあげよう。クマと入れ替わった？人形に魂吸われるのはホラーの定番や。で、どうするの？動けんのか。無理だね。水たまりにダイブ？すんげえ汚れそうやん。死神？鎌持ってはるで。何だったんです？割とずっとなんなんやろなって気持ちで歩んでるぞ。封鎖されてる。バールなんて見たことないから封鎖されてない場所に行けばええってことやな。誰が封鎖したのか気になるね。登場人物的にお母さんか主人公かやな。お母さんは飛び蹴りかましてきて以降見てないや。音の聞こえる方でなおかつ今まで行けなかった場所はここだけだよ。開いてるのはちと怖いな。スケアは警戒しておくけどもう慣れちゃった。時計とトイレ？謎解きか。どちらも「と」で始まる3文字の言葉だね。よっぽど何も思いつかないんやなって。時間の進みが早いのだけが気になるけど何にも思いつかないよ。全部バラバラの時間を指してる。それでそれだけで何にも思いつかないから待ってればいいと思う。もっと頭使え。ほい、待ってた。どういう場所なのさ？銭湯か。数字があるね。青いペンキみたいなので書かれた時はポップやったけど、字で書かれてると雰囲気出てるやん。扉もある？棚には何もないな。早すぎて見えないよ。壁登って天井に消えたのは見えたで。あっちの扉が正解か？残りの数字は？その扉の上にあるから解決。まあ直後はむしろウェルカムスケアだよ。望んではない。主人公には発作を起こすくらい激効きしちゃったからお薬タイム。うちもノーダメージではないで。耐えれるだけや。家具の配置が最初の部屋に似てるな。パソコン3台目とか金持ちか？何この小さい画像？おっきくなった。なんて言えばええかわからん。怖さよりも面白さが来たよ。他は空っぽ？いや、ドキュメントファイルあるな。忘れたかったこと。子供の頃両親は私の問題を理解してくれませんでした。2人は私が他の子供たちと交流するのが一番の解決策だと考えていました。でもそれはうまくいきませんでした。ある日私は一人で滑り台で遊んでいました。その時友達に強く押され頭から地面に落ちたのです。落下の速さ、冷たい地面、そして一瞬の痛み、そこまでは覚えています。でもそれ以降の記憶はぼんやりしています。ただ一つ確かなのは、その友達を学校で二度と見かけることはなかったことです。数年後、私は10代になり、あの友達は私が事故に遭った年に学校の遊び場で亡くなっていたことを知りました。顔の記憶はほとんどありません。でも特徴的な髪型だけは覚えています。ボサボサ頭でまるでピエロみたいでした。
それと異様に痩せていました。まるで影に皮膚だけを貼り付けたような痩せ方でした。それは父が亡くなった年でもありました。父の記憶もかすかで断片的にしかありません。ただ一つ覚えているのは、父がよく幽霊や兆候、前兆について話していたことです。見かけたら気をつけろ、そう何度も言っていました。でもなんで子供にそんなことを言ったのか今でもわかりません。母はずっと私のそばにいてくれました。母は私がこの家で誰かと暮らす未来はないと悟っていた。母は全てを見ていました。私の苦しみも孤独もどれほど生きづらいかを理解してくれていました。私は大学には進まなかった。というより進めなかった。自分の問題に縛られ家から出ることすらできなかった。そんな私にとって母だけが唯一変わらない存在だった。でも今この家は静まり返っている。母はいない。もうどこにも。死んでしまったから。そして私は一人になったのです。一気に暗い話をぶつけられてちょい引いとる。小出しにされてなかったからこその続々感すごい。私たちが信じる真実が必ずしも目の前の真実とは限らない。私たちはこの世界に、そして記憶にしがみつきながら自分なりの現実を形作っている。しかし死の先には何があるのだろう。意識は続くのか、記憶は残るのか。そしてそれらが最初から存在していなかったとしたら、もし全てが起こらなかった何かの歪んだ残響に過ぎなかったとしたら、一体何が私たちを現実に縛り付けているのか。ようわからんな。人工知能の電源を切ったら実質死だから死の先がわかるって話あるよね。言うほど死後のこと知りたいか。いや別に。これボサボサ頭だけど死んじゃった古い友達。自分の家にある写真やし主人公やないか。誰の写真だとしても奇妙ではあるや。滑り台の件も友達の死もお父さんの死も同年に起きてるのも妙な話や。道中の移動が多くて退屈してたけど一気に楽しくなってきたよ。せやな。あ、ママ。誰？こいつがボサボサ頭のガキなんやないか。小さいから子供はこの子では？写真のガキと同じ服装やな。じゃあ主人公かもだ。思い出の公園？滑り台からもう一回落ちたら記憶のぼんやりが治るとかか。やってみたいけどクマちゃん邪魔だな。まだおるんか。あれ？誰かいる。さっきの階層で落ちた自分か。落ちた高さよりも水たまりにうつ伏せの状況がやばい。屋根裏部屋の写真のガキと同じ服装や。つまりどういうお話だったんです？わからんからわからんな。ここで死んでたんだとしたら今までのは全部妄想だったってこと？実は蹴り落とした側が主人公で記憶違いしてたのかと思ったで。死後のお話してたし死んでるとは思うんだけど。ほらこの空に昇る演出は体から魂が抜けていってる表現とかさ。終わる時によくあるカメラワークやろ。ほう。よくわからんかったけど最後の10分だけで元は取れたと感じたで。小出しにしないで終盤に一気に不気味さをぶつけるのはとても良かったよ。ただ道中の歩くの遅い上に同じ場所を行ったり来たりは飽きが来ちゃったから、少しくらいは情報を小出しにしてお話を考えながら歩かせてほしかったや。考えながら歩いたら理解できたんか。多分無理。まあわからんくても引き込まれるものはあったで。長くなったしもう終わろか。そうだね。バイバイ。またな。